毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。時々ではありますが、社畜夫婦の日常を映した Vlog、夫婦の雑談動画なんかも配信しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、個人的にレクサスアプリを使用してみての感想なんかを雑談を交えながらいつも通りゆるーく語っていきたいと思います。というかですね、実は昨日めっちゃ天気良かったんで、キーパーラボで洗車をしていただいたんですけど、現在動画編集中でですね、外めっさ雨降ってんですよね。せっかく綺麗にしたんですけどね。分かってるんですよ。雨って絶対降るから仕方ないじゃないですか。まあ分かってはいるんですけど、昨日の今日ってというところですよね。ちゃんと天気予報を見てお願いすればよかったかなと、ちょっと反省してる今でございます。で、キーパーの洗車って地味に高額なんですよね。標準の洗車で6000円ちょっとするので、意外とお財布に優しくないっていうね。っていう話をすると、じゃあ自分で洗車すればええやんっていう声が聞こえてきそうなので、この話はここまでとしまして、視聴者の皆さんもですね、こういったことってないですかね。良かれと思ってやったことが、その後、ちょっとした悲劇に変わる的な。もし何かあればですね、参考までにコメントで教えてください。面白い話あったらぜひ聞かせてくださいね。ということで、前置きが長くなってしまって申し訳ないです。早速ですね、マイレクサスアプリの感想を話していきたいと思うんですが、まずはですね、その前に、レクサスアプリについて簡単に説明させていただきます。アプリ内のですね、写真やリモートエアコンの起動動画なんかも一緒に撮ってきてますので、そちらも一緒に見ながらですね、聞いてもらえると分かりやすいのかなと思います。まずですね、マイレクサスアプリとは何やというところなんですが、こちらはですね、G-Link の契約者だけが利用することのできる車の状態確認、それとリモート操作ができる、安心便利なカーライフをサポートする紙アプリでございます。利用するにはですね、トヨタアカウント、旧レクサスアカウント、ID 等が必要でですね、レクサスで購入した方はオーナーズカードに記載された ID を登録することで利用することができます。で、主な機能としましては、まず車の情報ですね。そしてリモートの確認、リモートの操作、リモートエアコンとかですね、あと鍵の開け閉め等ですね。で、あとドライバーの登録、あとはカーファインダーですね。で、それとオーナーズデスク関係、そしてリモートサービスのシェアですね。これは G-Link の契約者以外の利用者へリモート確認とかですね、リモート操作の権限をシェアすることができるということですね。で、マイカーログ。これはアプリで日々の走行記録を確認することができます。で、ドライブ診断。安全運転とエコ運転の2つの視点からアプリが採点をして結果を確認することができるという機能です。これらの機能がですね、マイレクサスアプリを利用することで利用することができるんですが、じゃあ一つ一つですね、画面を追って見ていこうかなと思います。はい、ということで皆さんとマイレクサスアプリの内容について見ていきたいと思うんですが、これがですね、マイレクサスアプリを開いた時に表示される最初のページですね。自分の車両のイメージ画像があって、上の方から先ほど説明した項目が、下にスライドしていくにつれていくつも並んでいるという形ですね。じゃあ一つ一つ見ていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目はですね、車の情報になります。車の社名であったり登録ナンバー、型式、車検満了日、あとですね、燃料の残量であるですとか、走行距離とかですね、平均燃費、残りの航続可能距離なんかをアプリでも確認することができます。そして続いてはエアコンの起動方法なんですが、まずですね、エアコンのボタンを押していただくと、エアコン使用上の注意ということで、書いてある項目がありますね。室内に人がいるときは使用しないでくださいとかですね、ドアをロック状態したかつ車内にキーがないことを確認してくださいとかですね、マイカー始動ロック中の使用はエアコンを使用できませんとかですね、始動ロックを解除して使用してくださいとかですね、その他もろもろ注意事項が書いてある形です。
そしてですね、その注意事項を読んでいただいた上で、上記に同意して次回から表示しないを選択してエアコンを起動するのボタンを押していただくと起動の画面に移りますね。で、そこでエアコンの設定を変更するのボタンを押していただくと、こういった形でですね、エアコンの温度から、稼働時間ですね。稼働時間は10分か20分のどちらかから選ぶことができます。あと、冬場に使う霜取り、フロントガラス、リアガラス、あとはシートヒーターですね。運転席、助手席、あとハンドルのヒーターです。で、夏場使用するベンチレーションも運転席、助手席とリモートでオンオフの切り替えができる形です。で、ご自分の希望の設定が終わったら先ほどの画面に戻っていただいて、一番下ですね、この設定で起動するのボタンを押していただくとリモートでエアコンが起動するという形ですね。次はですね、リモート確認の画面に移っていくんですが、この画面ではドアとかですね、窓、サンルーフ、あとランプ類関係ですね。で、その他ということで、ボンネットとかキーとかオートアラーム、これが一覧で今どういう状況なのかっていうのを一瞬で確認することができます。で、万が一ここで施錠されてない開きっぱなしになってるっていう時は右の矢印を押していただくとリモートで閉じることもできるのでとても便利な機能だなと思います。で、仮にですね、こういったのドアの施錠を忘れていたり等があればですね、アプリの方で通知されたりメールの設定がなされていればメールでも通知が来る形になってますので、お知らせという形でとても安心できる機能かなと思います。次はですね、マイカー始動ロックについて説明させていただきたいと思います。この画面でできることはですね、車のエンジンをかける機能をロックすることができるということですね。要はですね、車内に乗り込んでエンジンをかけるときは、ディスプレイナビの画面にですね、自分の設定した任意の暗証番号を入力して、マイカー始動ロックを解除しないことにはエンジンを始動することができなくなるということですね。なので、防犯に使うこともできるという形です。一つですね、注意していただきたいことがありまして、マイカー始動ロック中はですね、リモートエアコンが使えなくなります。それはなぜかというと、エアコンを動かすときにエンジンを動かさないと、ハイブリッドのバッテリーだけでは容量がないからですね。なので、リモートエアコンを使う際は、必ずマイカー始動ロックを解除してから使ってください。暗証番号の設定方法は初回は任意で設定しなきゃいけないので、確か6桁だったと思います。6桁の暗証番号をご自分の任意の番号で設定するとマイカー始動ロックが使えるようになります。で、これはですね、例えば仕事から帰ってきて夜の9時から朝方5時までは絶対に動かしませんよっていう方は次回そのマイカー始動ロックをする時間帯の予約を設定することができますので、こちらもとても便利な機能じゃないかなと思います。次はメンテナンスの情報を見ることができる画面ですね。電子キーの電池残量であるとかウォッシャー液、エンジンオイル、この項目はですね、右側の矢印を押していただくと今どういう状態なのかっていうのを、アプリで見れるという形になってます。そして次なんですが、ドライブ診断ということでですね、アプリ内で、車のアクセルとかブレーキとかスピードを5段階評価してまして、あなたの安全運転度は100点中何点ですよっていうのを、表示してくれるというやつですね。で、アクセル、ブレーキ、スピードとかですね、コメントが書いてあって、今回だと87点って出てますかね。かかとを床に固定し、優しいアクセルを心がけましょうとかですね、車間距離が狭くなっていることはないですか、余裕を持った素晴らしいスピードですと、こういったコメントをくれるわけですね。そして最後になるんですが、カーファインダーという機能でですね、こちらで車の位置情報を把握することができます。今自分の車がどこにあるのかっていうのを、地図上のアプリで確認することができます。この現在地情報は他の人とシェアすることも可能なので、位置情報の共有に便利かと思います。またですね、意外と便利なのが、自分がショッピングモール等の駐車場、広い駐車場に止めた時に、あれ車どこ止めたっけな、わかんないなっていう時ないですか？で、そういう時はですね、このカーファインダーの機能で車を見つけるというボタンを押していただくと、
車のハザードがパン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 点灯しますので、あそこにあるねっていうのが目で見てわかるわけですよね。これ意外と地味に便利な機能じゃないかなと個人的には思います。そしてですね、もちろんレクサスではオーナーズデスクもですね、アプリの方から電話をかけることができます。通話料は別途かかるんですが、このオーナーズデスクに電話すればですね、レクサスに関する質問とか相談ですね、あと希望する場所を探して、ナビへの目的地設定などリモートで行ってくれます。車の外でもスマートフォンから利用することができますので、何かお困りのことがあればですね、オーナーズデスクで電話してみるのもいいかと思います。NX ではですね、車内で Wi-Fi を利用することができます。これはですね、携帯のテザリング機能を持ってらっしゃる方であれば、全然テザリング機能でも問題ないんですが、スムーズな連携、あと車内で多くデータ通信を利用される方はですね、月額1100円で利用することができますので、こちらのレクサスマイアプリから申し込みすることができます。よかったらご利用してみるのはいかがでしょうか。はい、ということで今回はマイレクサスアプリについて簡単ではありますが紹介させていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。この動画がですね、少しでも参考になったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけると次の動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひポチッと押しちゃってください。何か気になることを取り上げてほしいテーマなどあれば、ぜひリクエストお待ちしております。ではでは、さようなら。